始まりました。可愛い麗しい愛しいでおなじみマリサさんの、前回のあらすじコーナー。シリーズ化を企てるな。前回は、雪を見て、老人と時計を見て、屋敷も見るみょん。そこ部屋見て、飯見て、飯は食えよ。唐突な飯テロ。飯テロへの怒りが収まらない。ナンパされて、あれナンパじゃない。怖い話聞いて、マリサ的には怖い話だったのね。可愛いみょんね。うるさい。続きいくわ。恋バナ枕投げして、してません。あともこうに迫られて、やってないって言ってるでしょ。あとはテディベアゲットして、あとクスノキが死んだ。雑。そんじゃあ本編に GO だぜ。ではまず皆さんは部屋に目星をお願いします。成功した探索者全員は人影を見る。それが誰なのかはわからない。とりあえず1階に降りて確認しましょう。おそらく死んでいるがな。それでは探索者一同がエントランスに降りると人影は消えていました。クスノキに近づいてみると頭に銃弾を受けており出血量から見てもクスノキが生きていないことは明白です。産地チェックです。成功した。テディベアには驚くのに死体には驚かない女。完全に死んでるな。とりあえず死体に目星かな。いいんじゃない？いきなり死体を漁るのは倫理観的にちょっと。だから振る前に教えてよ。それでは小牧さんが死体を漁ると。言い方。写真と式を発見します。写真から確認するよ。写真には男性と少年の2人が並んで写っている。写真の隅には手書きで椿原宗太郎氏と息子誠二郎くんと書かれています。アイデアを振らなくていいでしょう。先ほど見た人影は噂に聞いていたこの屋敷の主人、椿原宗太郎の亡霊であったと確信します。どうやら俺たちは本格的に悪夢の中に入ったらしいな。とりあえず式も確認しちゃいましょうか。中にはクスノキの夢での行動が示されていました。死んだのは夢で死んだ人？クスノキがやられてるしな。ではそうして式を読んでいた探索者一同には聞き耳をしてもらいます。やっちまったぜ。まず成功したモコウさんの処理からやります。モコウさんは背後、ちょうどクスノキのいた方向から何かを引きずるような音が聞こえる。気がつくといつの間にかクスノキの死体が消えている。床には引きずったような血の跡が残されている。その後は食堂の方まで続いていることもわかる。それでファンブルしたマリサさんですが。はい。あなたは床に落ちている血に足を取られ転んでしまいます。言った。マリサさんは二人によってすぐに起こされますが、当然血だまりに体を突っ込んだあなたは血だらけになりました。産地チェックです。普通にピンチ。それではどうします？いろんなことが起きたけど整理するとまずクスノキを殺したのは亡霊？椿原さんの亡霊は宝石を狙っているらしいですしね。式に宝石を見つけたとあったからそれが元で襲われたんですかね？そう考えるのが自然ではありそうよね。幸福な王子の童話がどう関係するのかっていうのが疑問だがな。とりあえず私が見つけた引きずられた後を追うってことで大丈夫そう？あたいはそれで構わないよ。それでは一同は食堂に移動しました。食堂は昨晩行った時と置いてあるものは新しくなっていること以外特に変わりがないように感じます。一つ違うことがあるとすれば血の跡がありそれは厨房の方へと続いていることだ。後を追いたいがまずはこの部屋を調べたい。目星と幸運でお願いします。幸運が25もあるぞ。少な。マリサとモコウが目星でいこう。あたい幸運で80あるから。全員成功か。まず部屋を見て回った二人は家具がどれも美しい細工がしてあり高級なように感じる。壁の至るところに椿原家の家族写真が飾られている。事件当時に戻っている説が濃厚になったな。次に幸運に成功した小町さんですが、暖炉の中に白く輝くものを見つけます。それは白い宝石だった。もしかして持ってるとまずい？手に取らず置いてその場に置いておいてもいいですか？了解です。先生は何か見つかりました？白い宝石を見つけましたよ。襲われたら危ないのでとりあえず触らずに戻しましたけど、それは適切ですね。もう一つの宝石か。何か違和感感じるな。皆さん次どうします？厨房に移動じゃないかい？では一同は血の跡を追って厨房に進んだ。そこは調理台、コンロ、冷蔵庫等が置いてある至って普通の調理場だ。調理器具がついさっきまで使っていたかのように散乱している。コンロの上には大きな鍋が蓋が閉まった状態で置いてある。絶対にはな。産地の高い人が言ってくれ。幸運の女神に愛されしあたいが行く。めっちゃご好。それでは鍋を開ける小町さんは幸運で振ってください。本当に愛されてるじゃないか。それでは小町さんは中を確認します。鍋の中には腐ったスープのような物体がドロドロの状態で入っている。あなたはその中から白い宝石を見つける。あれ？宝石って何個もあるのかい？話の言い方的には一つのイメージだったけどね。一つの宝石が分離したとか？
パーツを集めたら一つの宝石になるみたいな。そごも生まれないし同じ色の宝石だしその可能性も考えていいかもな。それじゃあ結婚を追うか。そろそろ犯人とご対面できそうな感じだな。探索者一同は警戒しながら奥の扉を開けるのだった。扉を開けた先は倉庫だった。扉を開けた瞬間あなたたちの鼻は不快な異臭を捉える。倉庫の奥には裏口扉が設置されている。血痕を確認すると床の一部分で不自然に途切れていることがわかる。ついに亡霊と対峙するかと思いましたが勘違いだったわね。とりあえず部屋を調べてみるか。私はもともと血痕を追ってきたしその不自然な床を見てみようかな。じゃあ部屋に目星るか。あたいはせっかく描写あったし奥の扉を確認しようか。了解です。それではまずモコウさんから行きましょうか。モコウさんが慎重に血痕を追っていくと蓋がついていることに気がつきます。これは開けるしかないよな。それでは開けるとさらに異臭がすごくなります。最初は暗くてよく見えませんでしたが次第にその全体を確認できるようになってきました。それは死体だ。中には無数の死体が無造作に積み上げられている。一番上にクスノキの死体が確認できる。産地チェックです。うわぁ。助かった。では次に部屋を調べるんでしたね。目星でお願いします。はい。それではマリサさんが部屋を漁っていると2つのものを手に入れました。1つ目に鍵箱にあった鍵、2つ目に紙切れです。鍵には何か書いてあるか？結構まともな推理しているしヒントとして情報を追加しようかな。真面目にプレイしてくれればマリサかなり優秀なのにな。それじゃあ鍵には階段室と書かれていますね。階段室だよ。なるほど、どこだ？紙の方ですがどうやら幸福の王子の本の続きの内容が書いてあるようです。自分の体の宝石や黄金を渡したってことか。なんか今回の事件と若干共通点がありそうな気がするな。なんだろ？それでは次に小町さんの方に行きますね。それじゃあドアを開けようかな。あっけなく開いたりするといいんだが。小町さんはドアを開けようと試みますが、ドアノブは回らず、押すことも引くもできません。何か不思議な力に阻まれているような気味の悪い感覚を覚えます。そりゃそう簡単に脱出できないわな。まずは情報共有しますか。それではカクカクしかじかしました。椿原は亡霊らしく立ち消えたけど死体がたくさんあったことから、この悪夢に迷い込むと殺される可能性があるっていうのは決定的になった。そして閉じ込められていることも分かったな。今後の方針として鍵が見つかったから階段室を探すということでいいかしら？探索者一同は階段室を探すためにエントランスの方に戻っていった。それでは廊下に出ると中庭の方に向かう人影を見る。絶対椿原亡霊だよな。やられる前にやれ。幽霊だからもう死んでるから殺せないんじゃない？流れ的に追いかけるか。それでは一同中庭に移動します。中庭はバラで美しく彩られている。一つ違うのは中央に大きな長方形の箱のようなものが見えることだ。箱の前には先ほどの男がおり、椿原亡霊か。さっきから思ってたんだけど亡霊っていう名前の人に聞こえるね。その男は箱の蓋を押し上げて中に石のようなものを入れています。目星はできないか？いいですよ。それでは石が先ほど見つけた宝石と同じ形をしていることがわかります。そう見ていると男は姿が急に立ち消えます。とりあえず近づいてみるわ。近づいてみてみるとそれは棺であることがわかる。なんで棺なんだ？ただ宝石を集めているにしてはおかしいな。誰かの遺品だったとか？中も確認するわ。怖いもん知らずすぎない？私が怖いのは饅頭とお茶だけだからな。取ってくるよ。TRPG やってると喉が渇くからな。私もお茶お願いするにょん。はい。それじゃ適度に続きいきますか。マリサさんが中を覗くとそこには、宝石がぎっしりと詰められていました。宝石は赤と白が多いです。聞いた話通りここに亡霊が宝石を集めているらしいですね。脱出のためには宝石を集めてこの中に入れることが必要なのかもだ。私も先生の意見に概ね賛成ですけどこの棺の意味が少し気になるわね。とりあえずここでできることもこれ以上なさそうだし階段室を探すかい？それで、探索者一同はこの屋敷に来るときにもらった地図を参考に2階の階段室に向かう。階段室の扉には鍵がかかっていましたが鍵を刺すと糸も簡単に開きました。探索者が中に足を進めると部屋の中にははしごが設置されています。進むほかないな。探索者はそのまま上へ上がります。ここは使用人の居住施設だったらしくベッドや浴室などが完備されていますが、スペースは少なく寒暖差もあることから人が住むには厳しい場所のような気がします。壁には1枚の紙が貼ってあります。
あんまり仲が良さそうな感じではないっぽいな。50年前の使用人ってこんな感じかもしれないな。探索箇所として本棚があります。目星でお願いします。ファンブルですか？お助けくださいお助けください。それでは2人は本棚の中から使用人の日記を発見しますが、小町さんの手がうっかり滑り、本を破ってしまいます。日記が。これどうなるの？日記の内容がめっちゃ減ります。これ結構重要な内容だったんじゃないの？すまない。向こうが悲しがっている。APP ロールだ。なんて？向こうに対して APP ロールで誘惑だぜ。なるほどね。なんでだよ。前後関係がこれほど不明なことも珍しいわ。APP ロールをします。どうぞにょん。狂ってんのか。マリサユリ今回結構好き。最近スパイファミリー見た？アーニャの真似だったの？それじゃ適切なロールプレイをお願いします。こっち任せなんだ。驚いてるマリサって新鮮でなんか可愛いな。急に何？なんか可愛いなって。美人だけどテディベアずっと抱えてるのとか可愛いとずっと思ってた。でも私たち友達で。友達から始まっても良くないか？それはあたいはいつまでひっくり返ってればいいですか？いつまでひっくり返っていますか？それじゃあ頭に血が上りきる前に本筋に戻りますか。髪は経年劣化や破れた影響もあり途切れです。最初の頃は椿原家の子供清次郎が使用人に優しくする様子が書かれています。マリサがずっと持ってる人形はこれか。目の宝石は幸福な王子の童話に繋がるところだな。清次郎がやってることは王子みたいだな。次に清次郎に関することと体調の話。その後なぜか書いてある内容が乱れてきます。なんだいこれ？発狂してるっぽいな。最悪な予想なんだが聞いてもらっていいか？日記の中で使用人は清次郎のことを宝石と言っている。で一番の宝石をバラバラにした。あの宝石って清次郎の死体なんじゃないか？それでは最後まで読んだ皆さんは最後のページに紙と鍵が挟まっているのに気がつきます。一旦紙の方見るか。それは幸福の王子の最後の章でした。ここで3人はアイデアを振ることができますね。3人はツバメがキーワードであるような気がしました。どこかでツバメが出てきたな。この屋敷に入ってきた時に調べた振り子時計だ。確かツバメの装飾があったぞ。すっごい伏線回収。じゃ早速行ってみるか。そんじゃ振り子時計を調べますか。それでは鍵穴を発見したマリサさんは中を漁ります。するとそこの板が動くことがわかります。マリサさんがそれを動かすと中から小箱が出てきます。小箱の中からは赤色の宝石が出てきます。でかいですね。これが清次郎の体の一部だというのが私の推理よ。つまり俺らはこれからその宝石をさっきの棺桶に入れればいいのか？多分。やるだけただですしやってみましょう。一同は中庭に移動します。探索者たちは宝石を棺に入れます。すると目の前に椿原が現れる。ありがとう。清次郎を見つけてくれて。これで私は安らかに眠ることができる。その言葉を聞いた探索者たちは今まで見てきた宝石の正体が清次郎の肉片であったことを確信します。それと同時に先ほどの宝石が心臓であったことにも気がつきます。椿原は慈しむように心臓を撫でます。その時の彼の表情は非常に穏やかなものでした。椿原はこちらを向くと会釈をして消えていきました。気がつくとあなたたちは元いた部屋のベッドの上でした。これは紛れもなくベッドね。確かにそうですね。今の何の会話ですか？あ、エンディング入ります。探索者たちはオーナーに振り子時計の話をして一緒に調べてもらいました。すると夢と同じ箱から干からびた何かが見つかりました。後日警察が調べた結果それはミイラ化した人間の一部だったことが分かった。肉片は父椿原宗太郎氏の墓に埋葬され、それ以降屋敷で主人の亡霊を見たという話は途絶えた。グッドエンドです。幸運は私の味方だった。マリサのことが少し気になる。なんだろこの気持ち。第2幕。向こうの恋編もお楽しみに。やるつもりないから。それでは以上でセッション幸福な悪夢の夜を終わります。お疲れ様。